皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。前回の動画の公開からかなり間が空いてしまったんですけれども、1年半ぐらい、その空白期間があったんですが、その間何をやっていたかと言いますと、まず大腸を悪くして入院しました。お腹痛くて病院行ったら炎症がひどくて即入院で、体調戻ってからはとある上場企業の、事業買収に関わっていて、1年間他の業務はしてはいけないっていうふうな、仕事の内容を縛られるような立場になってしまって、動画の撮影をする時間が、全く取れなかったという事情がありました。今年の4月に、やっとロックアップが外れたので、こうやって更新の撮影ができるようになったという形です。で、今回の動画はですね、私の BSSR の後輪の改造、機械式ドラムブレーキから油圧式のディスクブレーキへの変更を完了しまして、登録をすることができたので、どんなパーツを使用してどういう書類を用意して申請して認可を受けたのか、この後何回かに分けてお伝えしていこうというふうに思ってます。で、今回新しく車検証がまた発行されたわけなんですが、社名 BSA で、型式 SR というこのオートバイ、外車扱いになってまして、前回の前輪ブレーキの改造同様改めっていう一文字ですねの文字は追記されていません。なので、最初の2号様式の書類の提出も解を書くと解を消してくださいっていう修正が入ります。平成21年にも、この BSSR の1個前に載ってたやつですね、前輪のブレーキの構造変更をしているんですけれども、その時は解の文字が必要になっていました。当時の、自動車検査独立行政法人、前回の前輪今回の後輪の、独立行政法人、自動車技術総合機構では、BSSR に対する認識がもう違うということですね。以前はほぼ SR400 の2型という扱いで、検査はずっと進んでいたんですけれども、今回は全く別の車種外車 BSA という形になっています。そもそも諸元表とか、技的側で保持している、資料っていうのが全くないっていうところからのスタートだったので、こちら側のオーナーズマニュアルを提供するところから申請を始める形になりました。今後は、BSSR の構造変更みたいなものは技的側にも資料が揃っているので、ちょっとスムーズになるかもしれません。後輪ディスクブレーキの変更についてなんですけれども、ざっくり強度検討書と、制動能力検討書のこの2つの書類を作成しないといけません。で、両方の書類で標準車、いわゆるノーマル車両ですね、以上の性能、能力、強度が担保されているという証明をする必要があります。制動能力検討書、強度検討書、両方とも順を追ってお伝えしていくんですが、まず今回は先にどういったパーツ選定を行ったかっていう解説をしたいと思っています。単純に取り付けサイズが合っているからでは、書類作るときに難儀してくるので、書類との辻褄合わせ、後輪発生制動力っていうのを事前にちゃんと計算考慮してパーツを揃えていくっていうのが肝心です。で、次に、制動能力検討書の書き方、標準車との制動能力比較と、あと、道路運用車両の保安基準第41条の基準値にしっかり適合しているかのこの2つを軸に計算で求めていくんですが、実は計算式には保安基準に定められている数値、パーツ構成上、選定した結果明らかであるはずの数値で、3つ目が誰も知らない、わからない数値っていうのがありまして、でこの3種類の数値を計算式に、入れていかないといけません。で、書き方にはコツがあるので、それも解説していきます。今回後輪のブレーキシステムは1978年から81年に北米、カナダ、オーストラリアで販売されていた SR500F、SR500E というタイプのヤマハ SR があるんですけれども、そのスイングアーム、トルクロッド、リアブレーキ、ホイールを使用しています。
一番最新のデータだと今年の3月中旬にアメリカの中古車市場で、5400ドル86万円ぐらいですね、日本円にしてで売買されているっていう記録があるんですけど、アメリカでもなかなか球数の少ないクラシックバイク SR です。この SR500F500E っていうのが18インチのリアキャストホイールに直接 267mm のディスクローターがついているディスクブレーキ仕様になっています。日本では未発売の SR500、267mm ローターということで勘のいい人はもうピンとくるかもしれないですが、当時のヤマハでは割とよく使われているサイズ、この時点でもうなんとかなるんじゃないかっていう予想がつくかと思います。一番面倒な強度検討書の作成についてはヤマハが販売している車両の純正部品ということもあり、日本ではないですが各国の車両安全基準に適合して販売された実績があるということで、使用条件車両重量は、当該部品の想定使用条件を超えることはないで、書類の作成をパスすることができます。ただ、制動能力検討に関しては馬力で 400cc しかない BSSR に勝るはずの、SR500cc の、標準車だから、制動能力も担保されているはずだという理屈もあるんですけれども、今では通りにくくて、制動能力については一から検討して書類を作成しました。2型ドラムから3型ディスクへ変更するときもそうなんですけど、新しいタイプの部品に変更しますよはスムーズなんですけれども、1型ディスク過去の部品に変更しますは簡単には通らないようになっています。古いタイプ先祖返りは全ての書類をキャンセルできるわけではないということは注意です。あと、それ以外に必要なパーツが、ステップ、ブレーキペダルですね、マスターシリンダー、マスターシリンダーのステでブレーキフルードタンク、タンクのステになります。特に BSSR はヤマハ SR とはフレーム形状が違うので SR でボルトオンだったとしても同じようにはつかない、純正部品がつけられないので、場合によっては別のパーツを引っ張ってくるっていう必要がありました。で、改造する時のパーツ選定するにあたって最も重要なことなんですけど、当然なんですけど組み付けた後に制動能力検討してちゃんと止まるってことですね。これ大前提で、それ以外に強度検討の観点から言うと、まず1個目が、メーカー純正部品をできるだけ流用する。でこれはパーツリストのイラストだったりとか、部品番号を用いることで、小サイズがまず簡単に作りやすくなるということ、メーカー製造品ということで強度検討をキャンセルパスすることができる可能性が高いということです。で次に2番目、これは市販の部品を利用するということです。でこれは、市場に専用品という形で、流通しているっていう実績があることから、性能強度に関しての評価はもう一定定まっているっていうアピールが、書面上通用する可能性が高いということが挙げられます。3つ目なんですけど、溶接とか切削でパーツを固定しないということですね。例えばブレーキフルードのタンクを固定するのにフレームのいい位置に、溶接でステを作ってしまおうとか、穴を開けて何ミリかのボルトで締結してしまおうとか、そういうのは絶対 NG です。200% 絶対に強度大丈夫だっていうふうなごっつい母材を使ったとしても、その時点で溶接部分の強度検討っていうのが求められてしまって面倒な必要書類の数が増えていきます。私の BSSR の場合を例に挙げていきたいんですけど、ここからちょっとパーツについては詳細に解説していきます。まずステップはヤフオクで4万円ちょいぐらいで売ってる新品を使っています。これはもうボアエース製でもクラフトマン製でも、あとどこがあるかオーバーレーシング製でもベルトラン製でも、どこそこ製の専用部品を利用で、書類は通せます。メーカー側に例えば製図だったりとか、強度検討書のあるなしみたいなものを問い合わせる必要もなく、書きっぷりとしては、ステップキットは当該車両に
専用設計された市販品であり、既存の取り付け部を用いボルトにより固定されている。適正に指示され、操作力が確実に制動装置に伝達される構造であるっていうふうに書きます。逆に面倒なのが、なんかワンオフで作ってしまって母材は A7075 のアルミでなんか取り付け板の厚さが15ミリ以上あってうんぬんかんぬんみたいな、ワンオフでごついやつ作ったぜみたいなのはすごく羨ましい話ではあるんですが、面倒が増えるのでやってはいけません。マスターシリンダーのステについても、専用品のステップだったら、基本的にはもうなんかついてるので、キットの中に含まれているので、記載は不要です。マスターシリンダーも、ブレンボ製、日清製、サイズには注意しないといけないですけど、好きなの使ってください。何かのバイクの純正品を使ってもいいし、市販で売ってるものを使ってもいいです。量産二輪車において使用実績があり、適正な性能を有するで OK です。ブレーキフルードのタンクについては、パーツ構成上なんか点数減らしたいなら一体式のものを探せば OK かなっていうふうに思いますし、別体式のものがあるなら、タンクステーを用意してあげればいいです。タンクステーも当然市販のものを使います。私は Amazon で北コ製の990円のものを使って、つけました。タンクは、なんかブレンボー製みたいなのをモノタロウで買ったような気がします。小サイズのイラストは手書きでもいいし、適当に形を似たパーツリストをなんかウェブの上がってるやつからキャプってきて、ちょっとレタッチというか加工したり工夫してみてください。でここで、再三お伝えしてるんですけど、フレームにステーを介してタンクを固定する場合は溶接とかで固定部分を作るんではなく、どこかのフレームのネジ穴に、ボルトオンで締結する、共締めするってことが重要です。今回はオイルタンクとフレームを固定している部分の純正の 6mm の、ボルト穴を使用して、タンクステーをボルトオンで共締めする。ホースの取り回しには無理がなく整備性も良好であることを確認しているみたいな感じの書き方をしています。ボルトオン締結はもう改造用の書類に関しての魔法の言葉です。溶接によりステー固定部分を増設とかもう具の骨頂でしかないです。はい、部品に関しての解説は以上となります。で、変更後の、車両の部品構成図、標準車の外観図、対象車の改造後の3面図で、対象車の改造部分の詳細な、写真で、標準車の変更前の部品構成図、この5点の図式を作って、パーツ関係は準備が完了です。今回は、改造するにあたって共同検討書類っていうのはもう一切必要ない構成にしました。はい、今回は、パーツの選定、申請用の、添付資料の書きっぷりについて、私のケースを解説しました。で、パーツ構成による実際の制動能力、計算ですねについては、私のサイトに、計算用のチャットボットを公開しているので、車重だったりとかローターの直径だったりとかマスターシリンダーの、サイズだったりとか、ピストン径ピストン数みたいなのを、質問に答えていけば、どういう揃え方をしたら、適合でどういう部分だと足りないのかみたいなのが分かるようになっているので、ぜひ試してみてください。次回はもう一つの重要書類、制動能力検討書の考え方、計算の仕方について、解説したいと思います。はい、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。